世界を揺らした唯一無二の声。私もフレディの声が好きです。激動の人生を振り返ります。それでは聞いていきましょう。フレディ・マーキュリー、後に世界最大級のロックスターとなる男は、アフリカ沖のザンジバル島で生まれた。まだ少年だった頃から彼は音に強く惹かれていた。ピアノに触れた時、ただ鍵盤を押している感覚ではなかった。音が感情そのものになる感覚だった。彼は幼い時から人前に立つことを恐れなかった。むしろ見られることで燃える人間だった。家族と共にイギリスへ移住した後、彼は異国の空気の中で青春を過ごす。だがその時間は決して穏やかなものではない。肌の色、名前、見た目、彼は常に周囲との違和感を抱えていた。だからこそ自分だけの存在になろうとした。普通では埋もれる。ならば誰よりも強烈になるしかない。その感覚が後のフレディを作っていく。美術学校で学びながら彼はデザインや芸術に没頭していく。クイーンのロゴを自ら描いたのも有名な話だ。彼は音楽だけではなく見せ方そのものを理解していた。ライブは演奏ではない、空気を支配する舞台だ。その考えが後の伝説的パフォーマンスへつながっていく。やがて彼はブライアン・メイとロジャー・テイラーに出会う。この出会いが音楽史を変えることになる。後にジョン・ディーコンも加わりクイーンが誕生した。だが当時の彼らは決して順風満帆ではなかった。奇抜すぎる、派手すぎる、ロックらしくない、そんな声も多かった。だがフレディはむしろそこに確信を持っていた。普通のロックなど最初からやる気がなかった。彼らが生み出した音はあまりにも独特だった。重厚なコーラス、オペラのような構成、激しいロック、すべてを混ぜ込んでいた。そして生まれたのがボヘミアン・ラプソディ。当時としては異例の長さ。ラジオ向きではない、売れないとも言われた。だが曲は世界を揺らした。誰も聞いたことのない音楽だった。フレディは歌っているというより感情そのものを爆発させていた。さらに We Will Rock You、We Are the Champions、 伝説のチャンピオン、クイーンの楽曲はスタジアムそのものを揺らしていく。観客はただ聴いていたわけではない、巻き込まれていた。フレディのライブには異様な熱があった。ステージに立った瞬間空気が変わる。数万人が彼だけを見る。特に有名なのがライブエイド。わずかな時間で世界中を圧倒した。あのステージを見た人間は今でも語る。まるで会場全体が彼の身体みたいだったと。フレディは観客を煽っていたわけではない、支配していた。だがその裏で彼は強烈な孤独を抱えていた。派手な衣装、大歓声、世界的人気、それでも心は満たされなかった。本当の自分を見失いそうになる瞬間もあった。彼は笑っていてもどこか影を抱えていた。だからこそ歌に深みが出る。悲しみ、弱さ、孤独、それらが声ににじみ出る。ラブオブマイライフ、あの曲に漂う切なさは技術だけでは生まれない。フレディ自身の感情がそのまま乗っていた。彼はただのスターではない、弱さを抱えたまま巨大な舞台に立ち続けた人間だった。そして物語はさらに過酷な後半へ入っていく。病、恐怖、限られていく時間。それでも彼は最後まで歌うことをやめなかった。派手なスターに見えて実は孤独と戦い続けた男。だからこそあの歌声は人の心を刺した。晩年の覚悟と最後の歌声を追っていきます。それでは続きをどうぞ。フレディの人生は成功の陰に、世界的成功を手にしてもフレディの孤独は消えなかった。大歓声に包まれながら一人で部屋に戻る夜もあった。仲間に囲まれていても埋められない空白があった。彼は常に自分という存在を探していた。
だからこそ音楽に全てをつぎ込んだ。歌っている瞬間だけは本当の自分になれた。フレディにとってライブは居場所だった。特にライブエイド以降、クイーンはさらに伝説となっていく。世界中の観客が彼らを待ち続けた。フレディの声は年齢を重ねても衰えなかった。むしろ深みを増していく。ショーマストゴーオン。その曲には晩年のフレディ自身が重なっている。体は弱っていた。だが歌だけはやめなかった。周囲が休むように言っても彼はスタジオへ向かった。残された時間を理解していたからだ。それでも彼は最後まで表現者だった。イニュエンド。晩年の作品には静かな覚悟がにじんでいる。派手な若き火の熱とは違う。死を見つめながら、それでも前を向く強さだった。彼は病を隠し続けた。世間の視線を知っていたからだ。当時、エイズへの偏見は強かった。だからこそ、彼は簡単には語らなかった。だが体は確実に蝕まれていく。それでもレコーディングは止めなかった。立って歌うことすら苦しい時があった。それでもマイクの前に立つ。その姿を見た仲間たちは後に語っている。彼は最後まで命を削るように歌っていたと。フレディは死を美化したわけではない。怖くなかったわけでもない。それでも逃げなかった。歌うことで生きようとしていた。だから彼の晩年の歌声には異様な説得力がある。技術だけではない。生き様そのものが声に乗っている。フレディは自分がいなくなった後も音楽だけは残ることを知っていた。だから最後まで作品を作り続けた。そして1991年、世界に衝撃が走る。フレディ・マーキュリー死去。あまりにも早すぎる別れだった。だが彼の声は消えなかった。ボヘミアン・ラプソディ、伝説のチャンピオン、ラブ・オブ・マイ・ライフ、今も世界中で流れ続けている。世代を超えて人の心を揺らし続けている。それは単に名曲だからではない。フレディ自身の人生が曲の中に残っているからだ。孤独、情熱、恐怖、自由、そのすべてが歌声に刻まれている。だから人は何十年経っても惹かれる。フレディは完璧な人間ではなかった。弱さもあった。迷いもあった。だがそのすべてを抱えたまま世界の頂点で歌い続けた。そこに人は心を打たれる。彼は声で世界を揺らした。だが本当にすごかったのは弱さから逃げなかったことかもしれない。フレディ・マーキュリー、唯一無二の表現者。その歌声は今も世界のどこかで鳴り続けている。フレディの歩みは自由と情熱に満ち、声で世界を揺らし続け、その生き方は今も響き、音楽の火は消えることなく残っている。私もフレディの T シャツを2枚持ってます。それではまた次回の主役でお会いしましょう。